僕を呼んだな。私に、彼らに、君に残された時間は少ない。決してその手を離さぬよう。やべ、そろそろ人が来ちまうぞ。早いところ制服を。この蓋、重たいんだぞ。こうなったら、奥の手だ。ふなーそれ。こんにちは、りんです。今回は考察動画ですが、トリガーリサーチです。で、初めに言っておきますが、この動画、第4章のネタバレ若干含むので、ネタバレが嫌な方はこの動画避けてくださいね。お願いします。はい、ではちょっと前置きをしておきます。で、トリガーリサーチと私が呼ぶのはですね、深掘りの前段階のものです。こうなのかな、ああなのかなっていう考察のつかみになったものを、軽くリサーチかけて整理する前のものになります。で、このトリガーリサーチは今後の調査深掘りする中で変わる可能性もあります。なのであんまり出さなかったんですけど、前回ね、ポムピオーレの考察の前にトリガーリサーチで靴のお話、これがねトリガーになって考察進めようってなったんですけど、その動画を出したら皆様結構見てくれましたし、ね、ありがとうございます。で、自分も楽だったんです。というのは考察動画の方で以前前に出した動画でという言い方ができたり説明が省けたりして、いいなと思ったのもありまして、今後もトリガーリサーチの段階で動画作っても面白いかなと思いましたので、出せるものがあれば出していこうと思います。よろしくお願いします。今回はですね、懐かしの敗北のチュートリアルを最初に見てもらったのですが、チュートリアルの怪物について、そしてエースとデュースが今後の切り札ではないか、そしてツイステッドワンダーランドの時間軸についての3つの考えをまとめていきたいと思います。コメントでね、チュートリアルの怪物についてどう思いますかとか、あるいは時間軸についてどう思いますかとか、あとイベントのストーリーの開催時期が不思議ですよね、それについてどう思うかなどねいただいているので、それにお答えできればと思ったのもありまして、トリガーリサーチ出しております。皆様は本当いつもコメントありがとうございます。皆様の着眼点もね本当面白いですよね。刺激されます。本当、ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。はい、では話していきます。まずチュートリアルの怪物についてですね、最初に出てきたこの青い炎をまとった怪物さんですが、現時点では第4章のグリムのね不敵な笑みもありましたから、前々からねいろんな人が言ってると思いますが、オーバーブロッドの黒い石を全て食べてしまったグリムが媒介になっていると私も思います。 V についてもね、歴代のオーバーブロッドした時のキャラたちの特徴をかき集めてるのではないかというふうにも言われてまして、こちらまだ全ストーリー開放されてないので予想している部分もありますが、私が考える各々の V はこうじゃないかなと思います。はい、まず前足黒い手は小人の森の怪物かなって思います。で、後ろ足はビル赤い靴っていうか火で熱せられた鉄製の靴のビルの部分かなと思ってまして、で頭の装飾はリドルさんで、黒いたてがみ、背中に走ってるたてがみはレオナ、タコ足がアズールさん、尻尾のところの蛇の頭がジャミルで、青い炎がイデアかな、で竜の翼がマリウスかなっていうふうに予想はしております。怪物についてここでもね私疑問がありまして、ちょっと森の怪物を思い出してほしいのですが、この森の怪物っておそらく白雪姫の恋人がモチーフだと思うんですけど、これ本人じゃないのかなって思いまして、理由はそのオーバーブロッドした時にオーバーブロッドした本人の後ろにいる怪物さんの顔に注目してほしいんですけど、ガラスの瓶の顔にその中に黒い液体が入ってますよね。でその前にオーバーブロッドした本人がいるんですよね。
で森の怪物の本人どこ行ったって思って、ちょっと怖くない？なんかオーバーブロッドの怪物って独立できるのかなって思って、で学院長が言ってる最悪の事態ってこういうことなのかな、本体が消えて怪物だけが独立するってことかなってちょっとちらっと思ってるんですね。でもその森の怪物さんを見るとそれができるってことですよね。もう怖くてしょうがないんですよ。もう怪物本体が独立するっていうことができる。でもしかしてこの秘密も次のポムフィオーレのストーリーで明らかになるのかなと、私は今ゾクゾクワクワクしている状態でございます。でグリムのこのチュートリアルの怪物に戻ると、そのグリムが黒い石を食べ続けた結果だとしたら、後ろにガラス瓶の怪物がいないのは正式なオーバーブロッドの仕方じゃないからかなっていうふうには思うんですけど、もしかしたら第2形態とかあるのかとか、なんかいろいろと思考がね巡っちゃうんですけど、ちょっとまだ整理できてなくてすいません。なのでちょっと今後森の怪物とこのチュートリアルの怪物の謎が、解き明かされていくのではないかなというふうに私は予想をしております。はい。でこのねチュートリアルの場所なんですけど、場所的には周りの装飾とかシャンデリアとかね、バラの模様とあと床の円形の形から考えると、鏡の間かなっていう風な予想はしてます。で、これはね、あくまで予想なんですけど、周りがね結構水浸しになってるじゃないですか。でこの学院全体がね、すごい使ってるなと思って、でふとね燃え盛る炎をね、グリムの魔法って炎じゃないですか。で辺り一面燃え盛る炎を止めるためにカリム君がオアシスメーカーを使った後かなとか考えちゃって、そしたら無性に虚しくなってきちゃったの。わかんないんだけどとかなんかいろいろまだ思考がね考察が巡り巡ってちょっと整理できてなくて申し訳ないんですけど、ちょっとこういう感じのトリガーリサーチです。でちなみになんですけど、隠れミッキー皆さん見つけられました？どこでしょう？はい、5、4、3、2、1、ここですはい、そうですね。このね怪物の事実もね今後ストーリーが進む中で明らかになっていくと思うので、楽しみに待ちたいと思います。続いてですね、エースとデュースが今後の切り札ではないかという考えなんですけども、まずハーツというトランプゲーム、皆さんご存知でしょうか？なんかハートの女王ですとかハーツラビュルから名前的に関係がありそうだと思ってます。でこのトランプゲーム簡単に説明すると、トリックテイキング系のトランプゲームの一種で、カードをねプレイヤー同士で回していくんですけど、最終的な持ち点を競うゲームです。減点法でバッテンのカードがあります。で最終的な手札に残ったカードで、バッテンが少ないプレイヤーの勝ちです。でバッテンが多いプレイヤーが負けっていう風になります。でこのゲームではマイナス点となるカードがですね、ハートのカードとクイーンのスペードになります。ハートのカードはおのおのマイナス1点、スペードのクイーンはマイナス13点になりますので、このカードたちが手札に残っていれば残っているほど負けが近いという形になりますね。でこの手札たちを残さないようにするのが目標になります。ただこのゲーム勝ち方にいろいろあるんですけども、その一つにですね、シュート・ザ・ムーンという勝ち方があります。でこの勝ち方なんですけど、すべてのハートのカードとクイーンのスペードのカードが手札に揃った時、そのプレイヤーのバッテンは0となり、他のプレイヤー全員にマイナス26点のバッテンを与えることができる逆転勝利になります。本来であれば減点されるカードを全部集めたら勝利になるんですね。なんかハートとスペードが切り札になるということと、逆転勝利というところに私は惹かれております。でしかもこのゲームの名前がハーツ、もうこういうの大好きですまだ浅はかな考えではあるんですけど、関係がありそうだなと思っております。でトランプのねカードの絵柄にはそれぞれマークごとにモチーフがあります。でスペードのクイーンですが、モチーフはギリシャ神話の女神アテナ、戦いの女神であり勝利の女神ですね。でデュースが勝利へのキーパーソンになるのではないかなというふうに私考えてます。そしてエースですが、すべてのエースを集める
ここでゴーストカメラが生きてくるのかななんて思ったりしてます。本当に楽しみですね。でエースのカードはもともと集めちゃいけないバッテンなので、オーバーブロッドの黒い石とも関係があるのかなとも思ってます。でエースもキーパーソンなのは間違いないと思うのですが、今のところ明るい要素と暗い要素があって、エースは救世主なのか、それとも破壊王なのか、すごく気になります。良くも悪くも2人が切り札になるのは間違いないと思います。でまだ2人の明確なユニーク魔法もわからないまま進んでいますので、おそらく最後の最後でそれが光ってくるのかなと思いますね。もうほんとゾクゾクワクワクしながら今後の展開を待ちたいと思います。続いてツイステッドワンダーランドの時間軸についてですね。まず私が不思議に思っていることは4年生が登場しないことです。そしてイベントの時期に違和感を感じます。でこれに関しては私は現時点での結論を言うと、同じ時間をツイステッドしながらねじれながら繰り返しているのではないでしょうか。ループしていると考えています。4年生が登場しないのではなく、今の3年生たちが4年生に進学するはずだったのではないでしょうか。前代の4年生はすでに卒業し、いよいよ新学期を迎えるだけとなった手前、起きた事件、怪物の暴走によってナイトレイブンカレッジが保てなかったと仮定してます。で正しいシナリオになるまで同じ時をねじれながら繰り返しているのではないでしょうか。そう思ったのは第4章の最後、ミッキーさんが登場しますよね。その時の会話が気になって、またその会話からその線が強まったかなとは思ってます。で素敵なコメントいただきましてね、ハッピービーンズデーのイベントのストーリーが今開放されている第4章のお話の後なのではないかというね、視聴者様からのコメントがあって、どう思われますかといただいたのですが、私はあり得ると思います。なんかねじれながら同じ時を繰り返していると考えているので、イベントやエピソードが前後するっていうことは十分あり得ると思います。素敵なコメントありがとうございました。はい、で話戻しますけど、ミッキーさんのもう3回も同じ夢を見ているというセリフから3回目の挑戦なのかなと思いました。で気になった言葉が今回結構出てきまして、で生きたトランプも踊るミュージックボックスもいつも一緒、おそらく生きたトランプはエースとデュース、踊るミュージックボックスは各々のエピソードだと思います。でそしてもしかすると君は夢じゃない、今までと違うのは監督生の存在なのかなと予想しています。あとですね、お一人だけ時が動いている方がいます。でその方は黒い石についても何か知ってそうですよね。どこかでループ抜けたのかなって思ってるんですけど、まあね、知ってることばっかで退屈な授業ね、私はなんか引っかかるんですけどね。まあどうでしょうね。であくまで予想ですけども、もしかして過去2回の挑戦ではグリムの存在自体が認識されていなかったのではないでしょうか。3回目にして監督生という異質な存在が登場し、グリムと行動を共にすることになったことで初めてグリムの存在が明らかになったのではないでしょうか。だって監督生がいなければナイトレイブンカレッジに入れませんでしたよね。でそして決してその手を離さぬよう見張っていなければいけない存在なんですよね。きっと時がループせずに流れているこのお方もグリムの存在と行動を認知して、ああそういうことかと今何か動き出しているのではないでしょうか。どういうふうにそのお方がねキーパーソンになっていくのか、私はとっても今から楽しみです。でまたリリアのセリフも、お主にとって時間は大事なのだろう、もうこれも単なるキャラ設定なのか何か関係があって後から聞いてくるのか、とっても気になるところですね。でですね、この考察なんですけどね、公式にがね過去にね4年生がいないのにはいろいろ理由があるので、そちらはゲーム本編でっていう風に公表されているので、一ツイステファンとしてはね、私はねもうゾクゾクワクワクしながら待ちたいなという気持ちであります。でしかもねこのことに関してはねストーリーが進まないと正直わからないことだらけだと思いますので、トリガーリサーチで今出してますが、考察動画を完成できるかも正直わからないです。でこの間にねなんか全く別のことについて考察動画を上げるかもしれないです。なので、現時点ではここまでですね。
はい、本当にいろいろ楽しませてくれますね。本当にゾクゾクワクワクして今後の展開も楽しんでいきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。やべ、そろそろ人が来ちまうぞ。早いところ制服を。この蓋、重たいんだぞ。こうなったら、奥の手だ。ふなーそれ